はい、皆さんどうも、オックスハートです。僕ね、前々からその動画を始める方に広角レンズおすすめですよっていう話をね、結構動画の中では再三してきたかなと思うんですけれども、最近小耳に挟んだのがソニーのレンズで、この2本、20mm 単焦点 F1.8G レンズと最近出た広角ズームレンズの 1635F4 の G レンズ、この2本をめちゃめちゃ悩んでる方がいるっていうのを聞いてですね、確かにと思ってで、僕はね、結構この 20mm の単焦点の方をこれまでもね結構使ってきたんですけれども、このね 1635mm これはね持ってなかったんですよ。今回これソニーさんからお借りしたんですけれども、そんなに悩んでる方がいるんだったらちょっと僕自身もね気になるんで、この2本をしばらく使わせてもらっていろんなね検証とかもしてみたので、今日はねこの動画では僕なりのねその結論というか、どっちがおすすめだよみたいな話を、していきたいなというふうに思います。じゃあ、早速やっていきましょう。から、35mm の標準みたいなところまで、キャンプおじさん静かにしてもらっていいですか？で、今日は何ですか？なんか同じの2つ並んでるけど。今日はね、この2つのレンズを比較していきます。同じじゃないの？違いますよ。よく見ると違う。よく見ると違う。そう。見た目ね、すごい似てるんだけど、ちょっとズームレンズと単焦点レンズということで、今日はこの2つをね、比較していこうかなと思います。じゃあ今日も元気にやっていくぞ。はい、というわけで、僕がこれまでこの 20mm の、単焦点 G レンズを押してきた理由っていうのが、やっぱりなんといってもね、このサイズ感なんですよ。非常に小型軽量で、なおかつ G レンズっていうこともあって、写りも非常に綺麗だと。ただ、この新しいね、1635、これね、なんと、この 20mm の単焦点レンズより軽いんですよ。それでいて同じ G レンズですからね。サイズ感でいうとこの1635の方が、フィルター径がね、一回り大きいっていうこともあって、ちょっとね大きいっていうか太いかなっていう感じはします。じゃあそのね重さやサイズ感で引き分けっていうことであれば、じゃあその使い勝手はどっちがいいんだろうって話になってくると、やっぱりそこはねこの単焦点とズームレンズを比べてしまうと、明らかにズームレンズの方がですね使ってみて使いやすいなっていう感じはしましたね。ズームレンズの最大の強みは何かっていうと、当然なんですけど、ズームができることなんですよ。それはね、自分がね、一歩も動かなくても、こっちだったら寄ったり引いたりできるんで、それは便利だっていう話なんですけれども、でもそんなのは、自分が一歩前に出たり下がったりすればいいじゃんって思うかもしれないんですけど、意外とね、そういうわけにもいかないケースっていうのが多くて、例えばね、三脚の上に乗せてバッチリと構図取って、でその後、少しだけちょっと前にその三脚ごとずらしたいみたいな話になってくると、その構図を変えずに距離だけ縮めて三脚を動かすってやってみてください。ほぼ不可能ですから。ただこのズームレンズの場合はもう本当そういった時にちょっとズームするとか、引くとかすれば、簡単にねその画角を変えることができるので、これはね本当非常に便利です。で 16mm から 35mm ってその数字的にはそんなに幅がないのかなと思いきや、比較してみるとこの差はね結構歴然というか、こんなに寄れるんだっていう風にね思うと思います。あとね、単焦点とこのズームレンズ、これねスペックで比較できない僕が重要だと思うもう一つのポイントがレンズ交換の回数なんですよ。意外と外でねレンズ交換をするってめちゃめちゃ大変なんですよ。カバンを下ろして、その中からレンズを取り出して、でキャップだなんだっていうのを全部外して、でこのくっついてるレンズと交換するわけじゃないですか。でこれをねどっかにこうやってレンズを置いて安定したところでできればいいですよ。これを例えばですよ、砂浜でやるとか、雨が降ってる日の屋外でやるなんていうのは結構至難の技なんですよ。で置けないからっつって無茶して2本で持ってこんなことやろうと
としてポロなんて言っちゃったらこれ目も当てられないですからね。じゃあなんだズームレンズでいいじゃんと思いきや、まあもちろんね単焦点にも単焦点のいいところがあるんですよ。よく言われるのが、解像性能だったりボケとか暗所性能とかね、これには1個だけちょっと思うところがあって、解像性能に関してはね今のズームレンズはだいぶ良くなってます。一昔前のズームレンズっていうのは確かにちょっとね周辺が甘いななんていう風に感じることもあったと思うんですけれども、今はねやっぱりもう技術も進歩しているので、そこまで極端に差があるかというとそんなことはないんじゃないかなっていう風に思います。でそれ以外のボケとか暗所性能に関しては、これはねやっぱりね圧倒的に単焦点レンズが勝っていることが多いですね。っていうのもその辺はね F 値で決まってくるわけなんですけれども、やっぱりねこの2つのレンズを見てみても、単焦点の方は開放で F1.8 でズームレンズの方は F4 となっているので、約ね2段ぐらい違ってくるので、2段違ってくると取り込める光の量っていうのは4倍も変わってくるんですよ。そんだけ違うってなってくるとやっぱりね暗所性能ではかなりね差が出てきます。これは昼間にこの部屋でちょっと外は曇ってたんですけれども 1635 で撮影した映像になります。これをね 20mmF1.8 の方に切り替えるとこんだけね明るくなるんですよ。4倍も取り込める光の量が違うってなってくるとここまで差が出てくるんですよ。屋外の日陰なんかでも撮影すること結構あると思うんですけど、そういった場所でも F4 と F1.8 だと、これだけ差が出てきます。多少暗くても ISO を上げることによって同じくらいの明るさまで持っていくことはできるんですけれども、ただそうするとこんな感じでノイズも結構ね盛大に出てきちゃうんですよ。なので暗いところで綺麗に撮影をしたいっていうことになれば、やっぱりこの単焦点はね非常に強いっていうのがわかるんじゃないかなと思います。次にボケを比較してみたいんですけど F1.8 と F4 ではこれもねパッと見でわかるぐらい結構差があります。これが1635の F4 で撮影した映像になります。でこれはね僕フルサイズのカメラで撮影しているので、意外と F4 でもボケ感っていうのは大きく得られてるかなと思うんですけれども F1.820mm の方で見てみるとやっぱねさっきと比べると、一目瞭然で違うのがわかるんじゃないかなと思います。特にね、そんな強い光源じゃなくてもいいんですけど、ちょっとしたこの背景の光、これがね大きく玉になってボケてるので、ここをね比べてみるとより顕著にわかるんじゃないかなと思います。確かにねボケ感のある映像とか写真っていうのは非常にね魅力的なんですけれども、でも一方で背景ボケっていうのは何でもかんでもドカンってボケてればいいってわけではもちろんないんですよ。例えばねどっか観光地に行きましたと。でこう後ろにあるのがじゃあこう湯畑ですみたいな感じでこうパッてやったところでもうがっつりボケちゃってて何も見えないなんていうことになってもそれはそれで違うかなとは思うので、そういったケースでは適切にこう絞りを設定していく必要があるとは思うんですけれども、ただやっぱりとにかく大きくぼかしたいっていう時にF4 よりも F1.8 の方がそれだけね選択肢があるっていうことになるかなと思います。最後はこの2本のレンズを使ったちょっとしたね短い、ムービーを用意したので、それをね見ていただいて、それぞれこんな感じで撮れるのねっていうのをなんとなくね掴んでいただけたらいいかなと思います。おいしい。
あ、そう。うんそれはよかった。はい、というわけで、今日はねこの2つのレンズのそれぞれのいいところ悪いところっていうのを見てきたんですけれども、一番最初の話に戻ると、1本目買うならどっちっていう話だったかと思うんで、僕なりに今日の結果を踏まえて皆さんにアドバイスすると、まずとにかく手間を惜しんででも映像美を追求したいっていう方はやっぱり単焦点に行くのがベストだと思います。もしくは、撮影するシチュエーションが、非常に暗い場所が多いと、そういった方もやっぱり単焦点の方がいいと思います。そうじゃなくて、自分の作りたいものにその映像美っていうのが、そこまで重要なキーワードではないのであれば、やっぱりね、汎用性の高い広角ズームレンズの方を選んだ方がいいと思います。広角ズームレンズを選んだからといって決してねめちゃめちゃ画質が悪いとかそういうことは一切ないです。例えば YouTube を始めたいみたいな形で、俺はその映像美じゃなくてコンテンツ力で勝負するんだみたいな方にとっては、この1635があれば、どんなシチュエーションにもこれ1本で対応できるので、非常にね使い勝手はいいんじゃないかなと思います。でもね、僕の経験上言わせてもらうと、やっぱりねカメラをやっていくと2本目のレンズ3本目のレンズって欲しくなってくるんですよ。そうなった時に、最初に単焦点を買ってれば次にはズームレンズが欲しいなってなってくるし、ズームレンズを、買えば単焦点もいいなっていう風になってくるんで、やっぱりね一長一短なので、両方持ってりゃそれは最強だっていう話になってくるので、最初の1本は確かに悩むと思うんで、僕がアドバイスしたさっきのね感覚で買ってもらって、間違いはないかなと思います。で2本目のレンズが欲しいなと思ったタイミングではきっとねもう自分が撮りたいものっていうのももう明確になってると思うんで、その時はもう悩まずにね2本目3本目と揃えていけるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。今日の動画が参考になればですね、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。ピース。